今日はマーク・ジェイコブスのザ・トートの2ヶ月レビューと自宅で洗ってみた感想をご紹介します。皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。ですね、先日このコーチのカーゴトート42と比較動画っていうのを作ってました。マーク・ジェイコブスのザ・トートバッグラージサイズなんですけれども、こちらの動画の中で言ってた通り、夏北海道でもうほぼ毎日、私の場合マザーズバッグとしてなんですけども、娘のおむつ、お菓子、着替え、そして、私と娘の分の水筒などを入れてほぼほぼ毎日使っていました。2ヶ月経っても形の方はこのように、そして実際洗ったんですけども、まだねなんとか形耐えてます。で、まず一番最初の感想としてはですね、見た目本当かっこいいです。見た目かっこよくて、歩いててもいいねとかって言われるような感じでした。お友達もいいないいなっていう形です。ただね、やっぱり重さが少しあって、特にですねこの取っ手の部分、この見ていただければわかると思うんですが、この1枚生地をこの肩にかける部分にかけて2枚折りにここ折って縫ってありますよね。なのでやっぱりこの1本のショルダーがちょっと細くなってしまってるので、もともとレザーよりは軽いですけども、このサイズからするとちょっと重さはあります。なのでこれにもう娘のものと、あと水のボトルなんか入れちゃいますとね、1リットル、2人分のボトルで1リットル以上の重さになってしまうので、ボトルのハイドロフラスクのボトルの重さも入れると結構重くてですね、肩に私特につきやすい体質なんですけども、肩に少し赤くついて内出血のような形になっていました。ただね、確かにもう2ヶ月間も持ってると重さにも慣れてきて、最後の方はそんなに苦痛ではなかったです。ただ、日本に行く際の行きの飛行機とかの移動の時はもう結構辛いなってなってましたなのでね、やっぱりコーチのカーゴトートのような感じで太いストラップがついてて、こういう風にできる方が同じ重さでもそっちの方が楽なのかなって思ってみたりとかですね。ただやはりこうやって肩にかけてるので手がこういう風に入りやすいので、ちょっとゆっくり座って物を探せない時でも立ったままでもこう入れてですね、物を探しやすいっていうのはありました。見た目気に入ってますし、思ったよりも全然柔らかくしなっとならないで、まだね多分のりの方が効いてるんだと思うんですけども、一応ねいい感じです。はい。で飛行機の中ではやっぱり娘のものたくさん入ってるので、上に乗せちゃうといちいち出すの大変なので、これ足元に寝かせる感じで置きました。なのでもう、いくらね絨毯とはいえね、床にくっついたりとか、娘の靴で蹴っ飛ばされたりですとかね、汚れることはちょっと多少覚悟はしてたんですけども、行きはねそんなに大丈夫でした。そして日々使ってる中でやはり汚れ目立ってきたのがこの4つ角ですね。やっぱりこの足がついてないので、ここベタっとつく形になってしまうので、ここ一番気になってたのはこの辺です。でここはねそうでも汚れてなかったんですけど、でも全体的には汚れてきてました。
それで決定的に汚れたっていうのが、小樽水族館に行って、その日がですね、たまたまイルカショーの中でもスプラスショーというイルカがこっちにめちゃくちゃ水かけてくるショーの最終日の最終回のショーを見に行ったんですけども、その時にですね、私の親友がどうせだったら水かかる席座ろうよとかって言って、水がかかるのは前から4列目ぐらいで、そしてポンチョのようなねカッパも販売されてまして、でそれを購入しまして、前から2列目の席に座ってたんですが、もうね半端なくもう頭の先からつま先までびちゃびちゃになるぐらい濡れちゃいました。それで娘はすごく水が顔にかかるのが嫌いで、プールとか好きなんですけど、顔だけには絶対こっから上だけには絶対水かけてくれるなっていう感じで、これまでね生まれてからもうお風呂入る時もシャワーでほとんど洗ったことがなくて、もう濡らしたタオルで優しく顔を拭くぐらいのものだったのに、初めて顔に浴びた水がイルカの海水っていうね、そういうことになってしまって、もう娘はもう号泣です。っていうのもカッパ着てても全然意味なくて、もう靴下と下着がその後一日濡れてるっていうのがすごく不快な感じだったんですけども、いい経験となりました。そんなわけで、その時にですね、私はバッグをこのように持って、膝の上に持って、その上からカッパを着て、もうほとんどバッグを守ってたっていう、私の親友が娘を抱いててくれたんですけども、その時にやっぱりですね濡れてしまったので、その後からやっぱり汚れがつきやすくなったかなっていう感じです。それで日本に行った時にクリーニング屋さんに持って行って、アメリカに帰ってくる前の10日ぐらい前かな、時間かかるかなって思ったので、いつも行ってるクリーニング屋さんに持って行って、できますかって聞いたんです。そしたら中に日本語表示のタグがついてないので受けられないって言われちゃったんですよね。日本語表示のタグがついてない場合は問い合わせ先がわからないので、扱いがわからなかった時に聞けないので、もしね万が一型崩れなんとか色が違うとかそういうことあった時に困るので受けられませんっていうことで受け付けていただけなかったので、しょうがないっていうことでそのまま帰ってきました。でまた帰り同じように飛行機で帰ってきて、で家に着いたらですね、わってびっくりするぐらいの汚れがこの辺に、靴でこすったような黒いそういう汚れですね、それがあったのでわってびっくりしちゃって、もう写真も動画も撮らずにもうその場で洗い始めてしまいました。あれをねちゃんと動画撮っとけば皆さんにどうやって洗ったか教えてきたのになって思ってるんですが、その時はねもう汚れすぐに落とさなきゃっていうことしか考えてなかったので、お母さんにもらった歌丸石鹸を、ちょっとこれはねアメリカでこういうものしか売ってないので、歌丸石鹸をこれでですねちょっと泡立てて、そして、気になる部分にこすってですね、そのついでに他の汚れたところもやりました。そしてちょっと洗面台が狭いので、これ全体が浸るっていう感じではないので、部分的ずつにこういう風にですね水で流して、そしてうちのお母さんに言われてたこれはキャンバス素材の上にアイロンのり、よく男の人のシャツのアイロンする時にかかってるのりがついてて、こんな風にまっすぐになってるはずだから、のりが取れないようにしないといけないっていうのをすごく言われてたので、なるべく急いでやろうと思って、ゆっくりは洗わないで、もうパッと石鹸が落ちたらもう終わりっていう形でパッパともうゆすぎをして、そして中にタオルを
たくさん詰めた状態で外に干しました。そしたらなんとか汚れも完全に綺麗ではないんですけど、こうパッと見て見れる汚れは取れました。ただ逆に流しが悪いので、これは色落ちではなくて石鹸だと思いたいんですが、こういったような白くなってしまった箇所がいくつかはあります。でも黒い靴みたいな汚れがついているよりはマシなのでいいかなと満足してます。そしてこのバッグを乾燥させる時に使ったのがこちらのバッグ用ハンガーなんですけども、ダイソーで購入しました。本当ダイソーってすごいなって思ったんですけど、これね本当によくて、こんな感じでもうザ・トートバッグにぴったりなんです。これね本当ね皆さんに知ってほしい。でね、こちらはこの2つかけるタイプになってますので、このように大きいバッグでこう幅が少し取っ手同士の幅が取れて、中の方まで中がちょっと開く感じになってすごくいいと思います。これもう一個買ってきたんですけれども、このようにして、販売されてます。バッグハンガーダブル白というものです。これね本当に超おすすめです。そしてこのハンガーに味を占めまして、もう一つ買ったのがこちらです。こちらは取っ手一つなんですけども、通常よくこのいうバッグを普通のハンガーにですねこういう風にかける、こんなようにかけてると重さによってこの取っ手部分がちょっと尖ってしまうというかですね、三角っぽくなってしまうことあるかと思うんですが、こちらはねそれを防ぐためにここ丸くなってまして、こんな風にかけられるという優れものでございます。これねほんとね、こんなにいいものが日本で100円で買えるなんてもうね感動です。感動してこれもいくつか買いました。こちら商品名普通のバッグハンガーとなってます。なるべくね私もバッグは棚に置くようにしてかけないように、ハンガーにかけないようにはしてるんですけども、スペースの都合上ですとかね、どうしてもかけざるを得ない場合あると思いますので、このバッグハンガーダブルハンドル、またこちらの通常のハンガーとてもおすすめです。そしてさらについでにですね、こちらの、リュックハンガーというものも購入してみました。こちらはね、私が使ってますサムソナイトのラップトップ用のバックパックがちょっと今回また汚してしまったので、もう少ししたらちょっと洗って、あんまりナイロンは洗わない方がいいっていう風になってるんですけれども、ちょっと汚れがありますので、それを取る方法を調べて、それを乾燥させる際にこちらのハンガー使ってみたいと思います。はい、今日はマーク・ジェイコブスのザ・トートバッグラージサイズの2ヶ月レビューと歌丸石鹸で洗ったっていうエピソードをご紹介しました。ダイソーのバッグハンガーぜひチェックしてみてください。今日も動画ご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いします。